本日ご紹介するのは、在日朝鮮人の渡来及び引き上げに関する経緯、特に戦時中の徴用労務者についてというもので、昭和34年に外務省が作成し、発表したものです。当時に日本は在日朝鮮人の内訳について把握をしており、強制連行によるものではないことを明らかにしています。文書の内容については男性キャラの方からご紹介します。はい。男性キャラです。読んでくれと言われて呼ばれました。それでは文書の抜粋をご紹介します。1939年末、日本に居住していた朝鮮人の総数は約100万人であったが、1945年終戦直前には約200万人に達していた。増加した約100万人は、自由契約に基づき、渡来したものであり、国民徴用令による、いわゆる徴用労務者の数は、ごく小部分である。元来国民徴用令は朝鮮人、当時はもちろん日本国民であったのみに限らず、日本国民全般を対象としたものであり、日本内地ではすでに1939年7月に施行されたが、朝鮮への適用は、できる限り差し控え、ようやく1944年9月に至って実施された。朝鮮人徴用が導入されたのは1945年3月までの短期間であった。1945年3月以後は通常運行が途絶したため、その導入は事実上困難となった。1945年8月から1946年3月までの間に、合計約140万人が朝鮮へ引き上げた。日本政府は連合国最高司令官の指令に基づき、1946年3月には帰還希望者の有無を調査し、実際に朝鮮へ引き上げた者はその約 16%、約8万人に過ぎず、残余の者は、自ら日本に残る道を選んだ。自らの意思で日本に残った大部分は早くから日本に来住して生活基盤を築いていたものであった。現在登録されている在日朝鮮人の総数は約61万であるが、渡来の事情を調査した結果、戦時中に徴用労務者として来た者は245人に過ぎないことが明らかとなった。現在日本政府が本人の意思に反して日本に留めているような朝鮮人は犯罪者を除き1名もない。以上が外務省が発表した在日朝鮮、韓国人についての見解の抜粋です。ありがとうございます。当時公開された在日朝鮮、韓国人の総数のうち、戦後移住者が20万8000人もいます。実際に戦後に移住してきた人も含めて特別永住権を持っているわけです。3分の1が終戦の後に日本に来ている？この人たちは、1948年に起きた、チェジュ島 4.3 事件で日本に避難してきた人々と言われています。当時李承晩政権はチェジュ島民を逆する暴挙に出ました。島民28万人の6万人が殺害されたとされ、その他は日本への密入国により避難してきたといいます。その結果、島の住民は3万人にまで減少したそうです。28万 -6 万は22万。3万人が残ったとすれば19万人ですから、戦後移住者の内訳はこの時の人々や、その後の朝鮮戦争での密入国者もいると言われています。これらを含んで、サンフランシスコ平和条約において日本国籍離脱者という枠組みとなり、結果的に現在の特別永住者としてのいわゆる在日となるのです。韓国の主張が真っ赤な嘘であることがわかるでしょう。韓国では日本に強制連行されて移住してきたのだから、日本に住むための便宜を与えるのは当然だという意見も多いようですが、国家総動員令に基づいた徴用となっているため、当時の ILO 基準でも合法的な徴用として実施されています。韓国では現在徴兵制がありますが、あれは強制連行ですか？強制ではありますが、それでは違法ですか？つまり現在でも国家は法により国民に対し、特定目的に資する動員を行うことができるわけです。これはフォースドトゥーワークかフォースドレーバーの問題として、フォースドトゥーワークは国際法上合法であり、軍艦島のユネスコ登録の際も合法的なフォースドトゥーワークとして登録されています。フォースドレーバーとは法的な枠組みによらない強制労働や不当な差別による強制労働、
特定個別に人々を連行してさせる労働などを指します。韓国の人たちは、徴用されたと大騒ぎですが、その徴用が合法なのです。そして当時徴用として移住した人で日本に残留したのは245人に過ぎない。外国人参政権の問題についていろいろな議論があるようですが、そもそもの話として、これら過去の特別永住に関する制度の背景などを踏まえ、しっかりと清算した上で議論すべきではないでしょうか。理由や背景が不明な特別永住権という問題を放置したまま、なし崩し的に参政権を与えるという考え方には大いに疑問があるでしょう。さて、今回は日本へ出稼ぎ労働に来られた200万人の半島人労働者についてお話ししました。この動画が良いと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。